今回は消しゴムフィギュア塗装です。ドラ消しを水性アクリル塗料で色分けペイントしていきます。フリーハンド筆塗りです。題材はドラゴンボール Z パート28のグレートサイヤマン2号です。魔人ブー編で登場したビーデルの後の変身形態です。ドラゴンボール Z ドラ消し当時物パート28のブックレットです。裏面は一色刷りの仕様で、このパート28の全14種類のラインナップ一覧文字情報、そして表面にヘッダーであり、色分け済みドラ消しのキャラクター紹介がありました。魔人ブー編のキャラクターで、このドラ消しは1995年に発売されています。グレートサイヤマン2号は裏面の一覧文字ラインナップにだけ掲載がされていました。ビーデルが変装した姿、両手は腰に当てたポージングです。塗装前の状態です。保管状態も問題なく、ほぼ傷も汚れもありませんでした。緑のカラーの消しゴムフィギュアなので、下地もそこそこに入念に入れました。ペイント前フロントビューからリアビューがこちらです。次は塗装前の下処理を見ていきます。消しゴムフィギュアの塗装にあたっては、およそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸して熱を加え、表面のホコリ、油分を落として自立できるように成形します。ベンジン漬けして可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しを表面に塗布して、マットな塗膜を下地として作っておきます。そして塗装工程へと進みます。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。使用したのはモデルカラーのベーシックスキントーンです。水で溶いて平筆で薄く一気に塗っていきます。色分けのカラーがノリが良くなるためのベースペイントなので、薄くでいいのでさーっと塗りました。ドラ消し 3,4 センチのサイズのフィギュアであれば 2,3 分で下地はできてしまいます。消しゴムフィギュアを筆塗りで仕上げるなら、パレホは万能カラーとして非常に使いやすい塗料と言えます。実際に筆ムラも目立ちにくく、発色を安定させやすいので、ミニチュアフィギュア塗装との相性は良好です。本体の本格的な色分けに入ります。色分け1色目はモデルカラーのホワイトグレーです。目、コスチュームは頭部、ベルト、グローブ、ブーツに使いました。少しグレーの混ざった隠蔽力の強い、とても扱いやすい白です。下地塗装でも多用しているカラーを今回は色分けに使っています。純白ほど強い白ではないので、自然な明るさを表現しやすく、白い装甲や布、下地色、ハイライトなど幅広い用途で活躍します。隠蔽力が高く、筆ムラが出にくいのも特徴で、筆塗りとの相性も良好です。また、白を重ねる前のベースカラーとして使うことで、発色を安定させたり、純白では表現しにくい落ち着いた質感を演出したりできます。ドラ消し塗装では肌色や明るいカラーの下地として使うと発色が良くなり、自然な仕上がりになります。ここでコスチュームの頭頂部とマントです。表地、裏地同じカラーでゲームカラーのローズフレッシュを使いました。淡いライトなオレンジです。柔らかく温かみのある肌色というイメージでもあります。ビーデルはドラゴンボール Z に登場するキャラクターで、ミスターサタンの娘です。正義感が強く、格闘技の才能にも恵まれた少女で、ゴハンとは高校生活を通じて知り合います。ゴハンから武空術や気功の使い方を教わり、やがて彼の良き理解者となっていきます。後にゴハンと結婚し、パンの母親になります。ボディカラーはモデルカラーのライトフレッシュをメインにしました。といっても今回はフェイスだけが露出している状態なので、塗装面積はそれほどありません。ドラゴンボール系なら、少年キャラクターの肌の基本色にもかなり使いやすい色です。コスチュームの装飾箇所に黄色です。ゲームカラーのゴールドイエローを使用しました。コスチュームのアンダーウェアにあたる部分、首元、腕部、脚部に紫です。ゲームカラーのエイリアンパープルを使用しました。青みのある紫を表現したい時に使いやすいカラーで、ドラゴンボール系なら紫系の衣装やキャラクターのアクセントにも向いています。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のダーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。
塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利。グレートサイヤマン2号はビーデルが正体を隠して活動する時のヒーロー姿です。髪型や衣装、ポーズなどに独特のヒーローらしさがあり、ドラゴンボールの中でもコミカルな魅力のあるキャラクターです。コスチュームのカラーはゲームカラーのジェイドグリーンにしました。ゲームカラーのシルバー、メタリック塗料を頭部のアンテナに使いました。塗装に要した時間は約50分でした。ゴハンがグレートサイヤマンとして活動していることを知ったビーデルが自身もヒーローとして活動するようになったもので、グレートサイヤマン1号、ゴハンとコンビを組んで犯罪者と戦います。黒です。ゲームカラーのブラック、頭髪と顎周りに使用しています。輪郭や細部を引き締める基本色として使いやすい万能カラーです。ゲームカラーのカーキをシューズに使いました。黄土色をベースにした落ち着いたくすみ系の緑褐色です。細部の書き入れと墨入れです。マービー4ドローイングの 0.03mm、0.02mm マーカー、超極細ペンのダークブラウンを使用しています。目、フェイス周り、ボディのコスチュームに主に使っています。使用した塗料は水性アクリルのファレホとフォローでウォーハンマーカラーです。筆は基本は模型塗装用の面相筆です。塗装後はボデーペンクリアー。本来は車用のトップコートですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。このパートのドラ消しは少しサイズ感が小さめに感じます。その中でもこのグレートサイヤマン2号は女性キャラクターでもあり、フェイスの書き入れも細かいモールドで、ペイントは手間がかかりました。細かい色分け箇所がところどころにありました。フロントビューからリアビューです。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材はドラ消し、当時物ドラゴンボール Z パート28のグレートサイヤマン2号をフリーハンド筆塗り塗装をしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。